どうも皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。本日は安藤社長がちょっと所用によりお休みになりまして、私がメインパーソナリティをやらせていただきます大竹でございます。よろしくお願いします。当チャンネルはですね XR 会社に勤めているのに XR のことをあんまり分かってない白石さんに XR マイスターになるべくXR の最新技術を面白おかしく紹介していくチャンネルになっております。ちょっとなんかそうですねとかちょっと声が聞こえるんですけど、なんか今日なんか来てるらしい。はじめまして。撮影チームチーフ、ライティングディレクターもやっております町田と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。町田さんいつも照明を。そうですね、はい、もう昔から十何年照明一筋でやっておりました。っていう会社でやってっていう会社でやってました、ね。はい、もう非常にお世話になりましたね。はい、もうなんか僕が一緒にお仕事したのは多分っていうドラマですね。みたいなドラマで一番最初にご一緒しましたからね。ね、町田さんとは結構古い付き合い、ね、そうですね。もうずいぶん昔からご一緒させていただいて、いろんなドラマでいろんな場所行きましたね。行きましたね。やってましたね。ちょっとそろそろ大谷さんのご紹介です。すいませんすいません。ちょっと忘れちゃってて目線のここら辺に入ってたんだけど、ちょっと隣の優さ男大谷さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大谷さんはね、エンジニアとして。全然違う領域ですよね。そうですね。ちょっとわからんのよ。なんかパソコン上になんかよく大谷さんが作業してるのとか見ててもなんかここにこうなんか書いてある。コードがね。そう。あれプログラミングのコードなんですか？そうですね。ザーって出てるの。笑ってるよ。知らない。当たり前すぎて。知らないですよ。知ってる？長いって言ってた。嘘。何がですか？もう大谷さんのところまで行くまでにちょっと長いって言ってた。長かったよ。はい、すいません。すいませんでした。そうですね。察しがいい方はもうわかるかと思います。今日は祝いApple Vision Pro 自社制作アプリリリース記念。アプリ名がスタジオピープルというのをみんなで体験してみようの回でございます。ついに楽しみ。今回、リリースになったアプリスタジオピープルを簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、スタジオピープルは、簡単に言ってしまうと、誰もが簡単になんか持ち運び、どこでも持ち運びできるような、撮影スタジオになっています。で、どんなものかっていうと、テーブルの上とかに自分自身で自由に撮影スタジオを作ることができるんですね。レゴみたいな感じで、なんかビルとか人とか家とかをこう自分で組み立てて撮影スタジオを自分で作って、でカメラがプカプカ浮いていて、そのカメラをこう手でつまんで自分で好きなように動かすことで、そのカメラが撮っている映像っていうのを、出力することができるっていう、そういうアプリになってます。はい。これはね、Apple Vision Pro 専用のアプリなんですよね。そうですね。はい、専用です。自分で PV の監督になれたりできるってことですか？そうですそうです。ドラマ撮影したりとか。すごい。はい。なんか今推しがいる方たくさんいるので、ね、そういうの自分の推しだけずっと追ってるとかもできるんですか？そうです、できます。スタジオピープルの PV だとアニメっぽいキャラクターだったんですけど、実際の人も組み込めれるんですか？例えば、2D で普通に撮影した、動画、それを後ろをグリーンバックとかで撮影すれば、それクロマキーで、グリーンの消せるので、そういう 2D のやつをその 3D 空間にこうかぶせることで、その中にいるっぽく見せたりとかはできますね。ただ現時点ではまだリリース初期バージョンなので、これからのアップデートにそういう機能がつくんですけど、まだ現状は今中にある 3D モデルだけで 1.0 バージョンですね。
なるほどやるってでもすごい面白いですよね。なんかいろんな角度からそういうね普段絶対見られないようなアングルに入ってできるんですもんね。そうですね。はい。これいいですよね。まあ皆さんちょっと期待が膨らんでおりま早す。速は体験していただきましょうかね。はい、今カメラで出ました。今前にあるカメラい。はをい。つまんでいただくと動かせます。今ちょっと動いてますね。あ、動いてますね。で、そのカメラが撮ってる映像っていうのがその前のモニターに出ているっていう感じ手です。振ってくれてる。あ、そうですね。はい。その青くなってるオブジェクトの設定みたいな画面が今目の前に浮いていて、大きくしたり。そうですね。本当俺好きだったゲームシムシティってやつがあったんだけど。ありましたね。それに似ててすごい。それ何のゲーム？プレステ？シムシティはファミコン？スーファミじゃないですか。スーファミか。はい。で自分で街作って最後なんかこんな感じでこう自分で見ていけるんですよね。作った街を。ちょっと横トラックとかできますね。あ、そうですね。やっぱねこのドラマとかやってた方はねこういう撮り方がこう。でこの横に撮るときに固定したいじゃないですか。はい。その固定機能も実はありまして、教えてください。ぶれないんだ。一回カメラをはいタップしてもらってもいいですか。ターゲット矢印がはい3つあるやつですかね。はい。それを一回タップしてもらうと軸ロックが出すごい。横にロックするともうその黄色い線に沿ってカメラが動いていくっていう感じですかね。まだ今のバージョンだといろんな課題があるので、これからちょっとアップデートしていかないとって感じですね。じゃあまあそろそろお時間もあれだから町田さん、すごいもう楽しんじゃってるけど、はい。これ永遠にやり続けちゃうからさ。これ楽しいですね。楽しい。はい。なんか童心に帰るっていうか。なんかねちょっと僕早めにやらせてもらったんですけど、子供とかなんかすごこれ好くいい。きだと思いますね子供。マイクラ的なちょっとそういう要素もある。ね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今日はここいやら辺ちょっで。と私も体験したいです。どうぞ。私が動くとステージも動きます。いや動かないです。もうステージ固定されたままです。すごい。この少女をなんか屋上とかにも置けるんですか？置けます。ちょっとやってみよう。すごい。あ、気をつけてください。これを持っていかないと。いい感じですね。すごい。でちょっとやってみてほしいことがありまして、はい。黄色いさっき町田さんがこれな。そうですね、アングル変えるやつ、その黄色いやつを持ってるとオレンジ色のちっちゃくなるじゃないですか。なりました。そのオレンジの丸を少女に当ててもらってもいいですか。あ、いた。そうすると、今その少女がオレンジ色になったと思うんですけど、埋まっちゃった。ビルをどかそう。そうですね。空中見てる。そうするとそのカメラが、勝手にその少女を見続けてくれる。すごいよね。自動追尾というかね。おお、いいね。このスクリーンも大きくできるのいいですね。そうですね。あ、はい。出てきた。そこをつまんで。左、難しいか。なかなか視線。おお、できたできた。はい。パノラマや。そうですね。そうするとパノラマ的な。すごい。やんか。私うまくないですか？うまいと思います。ね、初めてなのに。楽しい。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとここか。白石さんどうだった？面白かったです。面白かった？いろんなこれからも楽しみです、バージョンが。ね、いろんなことできそうだよね。ね、可能性。じゃあお二人改めてどうでしたかね。先ほども言わせていただいたんですけど、やっぱり本当に拡張性がある、これからどんどん進化していくアプリだなと思って、やっぱ自分のイメージしたものをこの中で再現して、それでどんどんいろんなアングルからその好きなアーティストであったりキャラクターであったりとかをもっと置けたりできるようになったらすっごい楽しいんだろうなって思いました。一つアップデート要望
いいですか？お、はい今後はいぜひなんか僕照明マンなんで、アプリの中で自分でライトを設置して、はいなんか好きなようにこう太陽光を作ったりとか、はいはいはいなんか見せライトみたいなのを設置できたりとか、はいでそれをなおかつこう明滅させて発光させたりとか、はいはいライブもできるし、そうですねなんかこうイメージっぽい、よりリアルな撮影に近づけていくのも面白いのかなって、はいいいね。ぜひやりたいですね、うん照明は。照明ね。はい、白石さんどうですか？私はなんか率直な疑問で、なんでこのカメラトラッキングのアプリを作ろうと思ったのかが気になりました。そうですね。まあ思いついた理由みたいなところですよね。なんかその思いつく時に最初に考えてたポイント、これは要素として入れなきゃなって思っていたポイントが2つあって、1つはまずApple Vision Pro 高いんでほとんどの人買わないなと思ったんですよね。なるほど。でじゃあどんな人が買うかって言ったら、Apple Vision Pro を買うことで何かインセンティブ得られる人ですよね。例えばインフルエンサーとかレビューをすることでレビュー稼いだりとか、そう考えると何かクリエイターが使うもの、何か作り出すものじゃないといけないなっていうのが、まあ、ポイントの一つとしてあって、でもう一つがこのネオリアル X っていう会社が普段映像をたくさん作ってるので、映像関連のものの方がまあ自社っぽい親和性がありますよね。そうですね、強みを生かしたようなアプリケーションになるなと思っていたので、それを2つに置いていた時に、そんな考えてくれてた、3D モデリングとかのソフトを見た時にカメラ浮いてたりとか、中でいろいろオブジェクトをこうわちゃわちゃやったりとか、そういうのがこう自分の中でこうなんですかうまくマッチしてで声を作ろうって思いました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろお時間が迫ってきたようです。大谷さん最後に一言。PR でもいいんで。まだこのスタジオピープルってアプリ自体がまだできたばっかっていうのもありますし、あとエンジニアも結構自社少ないので、今これ作ってるのは僕一人になっちゃっていて、あとちょっとお手伝いで入っていただいたりとかぐらいなので、妄想がどんどん膨らんでいくばっかりで、それを実際に形にするエンジニアっていうのが実際少ないので、そういった方がもしいたら来てほしいなっていう一緒にね楽しいですよね、絶対作り出していくのね。あとこれなんていうんですかね、Apple Vision Pro ネイティブで作っていて、ネイティブで作るっていうのはその他にもメタクエストとかいろんなデバイスがある中で、これ Apple Vision Pro に特化して開発してるんですね。なんで、言語で言うとちょっと難しい話になっちゃいますけど、Swift っていうのを使っていて、ほとんどの会社は結構その、私知ってます。はい。C プラプラ。違います。C プラプラ。ちょっと白石さん頼むからちょっと使用していただいて。でもちょっと近いところありますけどね。そのユニティっていうのを使ってまして、聞いたことあるね。そのユニティの中で C プラ使ってたりするんですけど、C シャープとか。なんでそのユニティを使わずにネイティブだけで作っているっていうのが結構この Apple Vision Pro の良さを引き出すためにも重要なことだったりとかするんで、醍醐味なんだ。はい。なのでそこに関しては結構そのエンジニアとしての面白さみたいなのがあるかなっていうのもあるので、エンジニアからしても面白い作品というかアプリだし、実際使う人もそれをこのアプリで作った作品を見る人もみんな面白いって思えるものかなって思うので、ぜひ使ってみてください。ここら辺でいいですかね。とてもためになるお話が多くて、勉強になりました。一回じゃやっぱ終われないような感じでしたね。大谷さんのお話が。ありがとうございます。もっと深掘りしたいですね。深掘りしたくなるのよ。なんだろうね。聞かせるよね。聞かせる。お菓子パーティーしながらね。座談会になるんですよ。お菓子パーティーで大丈夫？はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんさようなら。私入ってんのかな？いいねボタンと高評価お待ちしております。